にちは。ジャップ G ポッドキャストの G です。はじめまして、お会いできてとても嬉しいです。今日は初めてのポッドキャストなので、私についてとチャンネルについて簡単に自己紹介していきたいと思います。まず最初にこのチャンネルについて説明していきたいと思います。このジャップ G ポッドキャストでは日本文化についてテーマを絞って話していきたいと思います。時間はだいたい10分から15分ぐらいで考えていて、更新頻度はまだ決まってないんですけど、2週間に1回か1週間に1回ぐらいを考えています。テーマっていうのが、例えば日本文化についてなんですけど、給料のことだったり、あとは生活のことについて、あとはもろもろ最近のことだったりとか話していきたいと思っています。まだ始めたばかりですので、皆さんがどういうテーマについて聞きたいかあまり分かってませんので、よければコメント欄で教えてください。あとはこうして私がポッドキャストで一方的に話すだけではなくて、みんな一緒に日本語を勉強できるようなコミュニティもグループ学習もできたらいいなと考えています。いいなと思ったらいいねボタンをお願いします。チャンネルについてはこれぐらいにしときます。あとちょっと付け加えて言うと、今ポッドキャストを始めようと思っててやってるんですけど、もしもっと N 語の問題を解説してほしいとか、あと漢字教えてほしいとかリクエストありましたらコメント欄にお願いします。チャンネルのことについてはこれぐらいにしたいと思います。次に私について紹介していきたいと思います。まず私が誰なのかということについてですね。喋っていきたいと思います。私は日本に住んでる日本生まれ日本育ちの24歳です。趣味はコーヒー飲むことです。コーヒーは香りとかがすごくリラックスできるからし、美味しいので大好きです。で、コーヒーはそのままブラックで飲むのではなくて、ミルクを入れて飲むのが好きです。私は今日本に住んでるんですけど、お父さんが韓国人でお母さんが日本人です。なのでいわゆる半分韓国の血が入ってて半分日本の血が入っているハーフということになります。日本ではお父さんとお母さんの国籍が違う人のことをハーフと言います。なので私はハーフになります。日本で育ったので日本語はある程度大丈夫なんですが、韓国語については、聞き取ることはできたんですけど、話すということがなかなか難しかったです。簡単な言葉、例えばニョンアセヨとか、そういう簡単な言葉は話すことができたんですけど、自分の考え方とか意思とか伝えることが、なかなか難しくて、11月に韓国のいとこに会いに行ったんですけど、その時は自分が考えた言葉を韓国語にするのができなくて、すごくその時もどかしくて、私も YouTube でポッドキャスト、韓国語のポッドキャストを聞きながら韓国語を勉強し始めました。ちなみに今も勉強中です。勉強方法としては
ポッドキャストを聞いて2、3回ぐらい聞いて自分も真似して言うって練習をしたんですけど、今3ヶ月目ぐらいなんですが、少しずつできているかなと思ってます。そのポッドキャストを聞きながら、私も日本語ネイティブなので、日本語学習者に向けて日本の文化とか日本語のお手伝いができたらいいなと思って、このポッドキャストを始めました。なので私はただのポッドキャストです。はい。私も韓国語勉強中ですので、同じ学習者です。私のポッドキャストを通して日本語の学習がたくさん学びになったりとか、面白く勉強できたらいいなと思ってます。このポッドキャストはJAPGポッドキャストという名前なんですけど、JAPっていうのが、日本人という意味で、G というのは志という意味が込められています。志というのは目標という意味になります。皆さんは何か目標を今年に入って決めましたか？私は今年韓国語能力試験の4級を取ろうと思っています。志という意味を名付けた理由は、このポッドキャストを聞いて楽しみながら皆さんの日本語の学習のその目的、例えば日本人の友達を作って喋るとか、日本で働くっていう目標に少しでも近づけたらいいなと思っています。それから言語を通して例えば日本語を喋れるようになると、日本人の友達を作ることができたりとか、日本のアニメをもっと理解できるようになったりとか、または仕事、例えば日本と関係がある会社で働くことができたりとかして、人生がもっと豊かになるのではないかと思っています。なのでもっともっと皆さんの人生が豊かになるように一緒に私も成長していきたいと思っています。最初のポッドキャストなのでここら辺で終わりたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。